こんにちは、東京ベジライフです。今日はまずお知らせしたいことがあって、先週 TBL チャンネルの登録者数がなんと1000人を突破しました。たくさんの方に動画を見ていただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。どうもありがとうございます。私は去年の春頃からビーガンクッキングの動画をアップしていて、で最初は手元だけを写してお料理するっていう動画をアップしていたんですが、去年の10月に初めて、お料理以上の内容ということでビーガンヨガ9ヶ月の変化という動画をアップしました。その動画が東京ベジライフの本当の意味でのスタートだったと思っているので、今回はそこから3ヶ月経ってお肉を食べなくなってからの1年間を健康、生活、心境の変化という観点から振り返っていければと思います。私のビーガンステータスとしては2017年の7月から家ではお肉お魚を食べないけれど卵乳製品は食べて、外ではお肉もお魚も食べるというゆるベジタリアンになりました。で去年2018年1月からは家では完全なビーガンで、外ではお肉は食べないんですが、お魚、卵、乳製品といったものも避けられるときは避けるというゆるビーガンになりました。私がビーガンになった理由はブログの方で詳しく書いていますので、もしご興味があれば詳細欄のリンクからご覧ください。私は毎年年末頃に健康診断を受けていて、いつもはその年の結果を見てそれで終わりだったんですが、今回は全くベジタリアンではなかった2016年の年末から、下半期から、ゆるベジタリアンですねになった2017年の年末、そしてゆるビーガンになった去年の2018年の年末っていうその変化を改めて確認してみました。結論から言うと健康を維持できていて、で2年前から血液検査などで特に引っかかっている項目はなかったんですが、去年の年末も特に何もありませんでした。で変化したことは去年1年でなぜか身長が 0.3 センチ伸びてます。これは誤差の範囲内なのであまり重要ではないですね。で体重は2年前から1年前でマイナス 2.3 キロで、1年前から去年まででマイナス 1.1 キロなので、2年前と比べて合計で 3.4 キロ減っています。でメタボ検査の腹囲は2年前から1年前で 5.8 センチ減っていて、で1年前から、去年まででマイナス 7.5 センチなので、2年前と比べて、合計で 13.3 センチ減っています。普通の健康診断なので体脂肪率とか筋肉の量とかそういった項目はないんですが、自分の感覚として、すごく体の作りっていうのを変化していて、2年前1年前と比べてかなり筋肉質になっていると思います。で体の作りの変化という意味ではもう一重にヨガの効果だと思います。ヨガは2016年の6月頃からほぼ毎日練習していて、で去年の2018年3月からはアシュタンガヨガを練習し始めたので、体はかなり絞られています。でヨガを練習し始めた時は全くベジタリアンとかではなかったので、インスタグラムとかで筋肉ムキムキのヨガの先生とかがビーガンですとか言って書いていると、いや絶対ジムで筋トレしてるしお肉とか食べてるでしょって思ってました。でも本当にヨガの種類もいろいろありますけど、ちゃんとしたヨガをしていて、でバランスの取れたビーガン食をとっていれば、筋トレをしなくてもお魚お肉を食べなくても引き締まった体にすることは全然可能だっていうのをこの1年で実感しました。ではビーガンになったことでの健康の変化はというと、高校生の頃からなので本当に長年悩まされていた便秘が解消されたことです。で健康診断の時に検便ってあると思うんですけど、だいたい2回取るもので、今まで本当に2回取れた試しがなくて、むしろ1回も取れないっていうことの方が多かったです。それが今回去年の年末の健康診断では本当に苦労なく2回取れて、それが普通の人にとっては普通だと思うんですけど、私にとってはすごく感動でした。なので腹囲が2年前と比べて 13.3 センチも減ってるっていうのはもう絶対にその便秘解消の効果だと思います。体重も2年前と比べて3キロちょっと減っているんですが、今一番適正体重だなっていう感覚があります。
前は私の体重だと何々キロが適正だろうからもうちょっと痩せた方がいいとか、食べ過ぎないようにしようとか、そういうのがありました。で今は無理に何々キロにしようっていうのではなくて、逆に痩せすぎてるっていうのも良くないと思うので、健康にいいものを好きなだけ食べるようにしています。食欲はすごいあるので本当にどんどん食べるんですけど、健康なものをいろいろとバランスよく食べるようにしています。お野菜と一言で言っても、生のお野菜、カラフルなお野菜、きのこ類、海藻類、根菜といった形でたくさんいろんな種類のお野菜を食べますし、あとは豆類、穀物類、ナッツ、チーズ、発酵食品など本当にバランスよくいろいろ食べるようにしています。あとは良質なオイルはたっぷり摂るようにしていて、揚げ物とかはめんどくさいのであまりしないのですが、炒め物には酸化しにくいオイルをたっぷり入れますし、サラダにもオイルをたくさん入れるようにしています。それに関連して一番変わったのは外食の頻度ですね。毎日お料理するのはさすがに疲れてしまうので、週末は外食することが多いんですが、外食すると本当栄養が足りないなって思ってしまいます。で外食すると野菜の量も種類もすごく本当に少なくって、それでいて高いので、やっぱり家で食べるのが一番だなと思います。旦那さんはもともとお肉がすごく好きっていうタイプじゃなかったんですが、私に連れられてよく焼肉とかに行っていたので、今は家で食べる頻度が増えて、でヘルシーな食生活を送れているので、本人もすごく喜んでいます。あとビーガンになって大きく変わったのは、自分の生活が大きな環境に与える影響っていうのを考えるようになりました。もう昔は本当にエコとか考えたことがなくって、自分がいかに楽できるかっていうことしか頭になかったと思います。今は本当にゴミをなるべく減らそうとしてますし、外にいる時にちょっとお腹が空いたからコンビニでパッケージされたお菓子を買うとか、そういうことも全くなくなりました。家でお料理をする時も発酵食品とか手作りすることが多いので、加工食品はビヨンド豆腐をたまに買うぐらいで、パッケージされた食品を買うっていうことがすごく減ったので、プラゴミを削減できてるっていうのもありますし、あと体に取り込む添加物っていうのもすごく減らせてると思います。で年始の動画で今年の抱負はスローダウンっていうことをお話ししたのですが、本当に最近スローダウンしてるというか、今まではもう今すぐっていう感覚だったのを、今すぐする必要あるのかなとか、今これがなくても十分なんじゃないかなとか、そういうふうに考えるようになりました。ヨガに対する気持ちっていうのも変化してきていて、で最初はやっぱり難しいポーズをとにかくできるようになりたいっていう気持ちがあって、できないと何ヶ月も練習してるのになんでできないんだろうって落ち込んだりとかしていました。それで無理して体を痛めるっていうこともありましたし、あとはインスタでヨガの写真を投稿したくて、同じポーズを何回もして何回も撮り直して、それで体を痛めてって、そういうこともしてました。で今はもうヨガは本当に自分と向き合う時間なので、他の人がこのポーズできるからとかそういうのは全然関係なくて、日々自分の体に意識を傾けながら、それで前に進めればそれもいいし、進めなくてもそれもいいっていう、そういう気持ちになってきました。でヨガは去年は出張から帰ってきて、次の日も疲れすぎて1日練習をお休みして、で風邪までいかないんですけど、ちょっと体調悪い日があったので、その日1日お休みして、であとはもう土曜日の休息日と、あと月に2回あるムーンデー以外は毎日コツコツと練習してました。以前の動画でお話ししたんですが、毎日ヨガの練習の内容が変わらなくても、やっぱり自分の心だったり体の調子っていうのは日々違うので、その日のコンディションに合わせて意識を傾けるところを調整したり、自分の頑張り度っていうのを変えながらやっています。
ヨガも頑張りすぎて体を痛めたり挫折してもう嫌になってやめてしまうっていう人もたくさんいますし、ビーガンも考えすぎて辛くなってしまうっていう人も多いと思いますが、私はアクションが 60%、80% でも、ハートが 100% であればもうそれはビーガンだしヨギーニだしと思っているので、ゆるく楽しく自分をいたわりながらヨガ生活、ビーガン生活、エコ生活っていうのを送っていけるアイディアをこれからもシェアしていければと思います。どうぞこれからも東京ベジライフの応援をよろしくお願いします。それでは See you next time!